はい、皆さんこんにちは。昨晩 Google の発表会がありまして、ちょっとこれからですね、渋谷の方で Pixel シリーズの体験会があるということで行ってきます。はい、到着しましたので見ていきましょう。今日は Pixel Watch を中心にお届けしようかなと思うんですが、Pixel 7、Pixel 7 Pro についてはちょっとね、撮った写真とかを持って帰るみたいなことができないので、カラーだけお届けしようかなと思います。こちらは7の、スノーっていうカラーですね。白です。で、先代と、今回の Pixel 7の高さとか幅とか奥行き、重量なんかを出しておりますが、やっぱり横幅注目してもらいたいですね。1.6mm 小さくなってるんで、だいぶコンパクトになったなっていう印象がありました。これだったら結構ね、操作しやすいんじゃないかというサイズ感ですね。はい。で、続いてこちらが Pixel 7の Obsidian です。ブラックですね。で、今回 Pixel 7については、このカメラ周りのカメラバーのところのステンレスがですね、ジルコニアブラスト加工になっています。マット仕上げですね、要は。で、画面もフラットなディスプレイになっています。で、先代ゴリラガラス6の背面のガラスでしたが、今回は背面もゴリラガラスビクタスになってますんで、両面ともビクタスが採用されてますが、やっぱりツヤツヤ仕上げなので、こういったオブシディアンみたいな濃い色の筐体は指紋が目立つなという印象です。はい、最後は Pixel 7のレモングラスですね。僕もこのカラーを買ったんですが、かなり淡い黄色というか黄緑というか、そういう感じの色で綺麗な色味ですね。で、さっき横幅が 1.6mm 短くなったと言いましたが、縦幅も 3mm 短くなってるんで、やっぱ全体的に小ぶりになった印象ですね。とってもいい感じだと思います。はい、最後は Pixel 7のレモングラスでした。で、今回 Pixel 7は HDR の時が1000ニットで、ピーク輝度が1400ニットと画面が明るく改良されております。で、画面の明るさ最大にして、これ Pixel 6 Pro 右側のものと並べています。左が Pixel 7ですね。で、Pixel 6 Pro と並べると、画面の明るさは同じぐらいかなという印象でした。はい。で、続いてこちらが Pixel 7 Pro のヘーゼルですね。最初、このアルミのところ見た時に、ってちょっと思ったんですけど、実際手に取ると意外と高級感があっていいかもですね。ちなみに7 Pro はポリッシュ仕上げ、ツヤツヤのアルミの仕上げになっています。はい、続いて7 Pro のスノーです。背面のカラーが明るいものについては指紋はそんなに目立たないですね。で、7 Pro、6 Pro のサイズをまた出しておきますが、こちらのプロのモデルはそんなに先代からサイズ感変わったなっていう印象はないですね。はい、最後は7 Pro のオブシディアンです。やっぱこの黒については僕購入したんですけど、ケースなしだと結構指紋が目立つんで、ケースはつけた方が良さそうですね。はい、7 Pro についても6 Pro の画面輝度最大にしたものと横並びで並べてみました。室内での撮影なんでちょっとね分かりにくいんですけど、これまで6 Pro は結構屋外で撮影する時なんかに直射日光が当たってると結構画面暗いなっていう感じることがありましたが、今回画面輝度が上がってるのでそこら辺がね改善されてると嬉しいなと思いますね。で、7 Pro は発売前にこの画面のカーブがやや緩やかになるんじゃないかみたいな情報が出てたかと思うんで、ちょっと並べてみたんですが、そんなに大きくは変わらないですかね。やっぱ7 Pro ユーザーは画面保護のガラス選びが結構大変なんですが、そんなに変わらないので、引き続きガラス選びはね、大変かもしれないです。はい。お待たせしました。気になってる方も多いんじゃないかと思いますが、Pixel Watch も展示してありました。バンドもいろいろとね、並んでましたね。はい、こちらが筐体です。左側面にマイク穴みたいなのがあって、右側面は触覚式のリューズと、あと、サイドボタン、上の方がサイドボタンがついてます。で、ご覧のような丸いドーム型の形状になっていて、やっぱり丸いフェイスっていうのは新鮮ですね。ずっと Apple Watch 四角いフェイスを使ってきたので、そういう人間にとってはかなりこの丸いフェイスが新鮮に感じました。で、これは本当にもう触ってるファーストの時の映像なんですが、ご覧のようにもう動作も速いし、使ってて気持ちいい感じですね。完成度かなり高いなという印象でした。はい、じゃあちょっとね UI も見ておきましょうか。時計の画面から下にスワイプするとクイック設定の画面が出てきて、下から上にスワイプすると通知を確認できますね。左にスワイプしていくと歩数、心拍数、エクササイズ、で、Fitbit Today、で、今日の予定、で、天気、
経路で時計に戻るというような感じですね。で、Pixel Watch コメントでも来てましたが、結構ベゼルが太いんですけど、全てのアプリケーションで背景がブラックになっているので、全然ベゼルの太さを感じる場面がないというか、うまく作られていますね。で、気になるベゼルの太さはご覧の通りですね。ライトをつけるとわかるんですが、逆に言うとライトをつけた時にしかベゼルの太さがわからないというか、他のアプリ使ってる時は全くそのベゼルの太さを認識するところがなかったですね。で、この右側の触覚式リューズを押すと、ご覧のようにアプリがわーっと並んでます。リスト表示になってますね。で、このリューズを回すとスクロールができるようになってます。もちろん手でもねできるんですが、リューズでもできます。で、サイドボタンはおそらくですが直近に開いてたアプリが開かれるんだと思います。で、会場には結構ねいろんなインフルエンサーの方来られてましたが、スマートウォッチ使ったことないインフルエンサーの人もいて、多分スマートウォッチ使ったことない方でもしばらく触ってればすぐね慣れるんじゃないかと思います。僕は普段 Apple Watch とか、あとスントのスント7っていうスマートウォッチ使ってますが、もうそういう人だったら取説なしですぐね使えるんじゃないかと思います。で、僕はこのブラックのレザーのバンドを購入したんですけど、追加でちょっとウェブサイトだとねどうしてもこのレザーの質感みたいなのが分からなかったんで気になってたんですが、結構大きめの脂肪加工の表情になっていますね。で、ステッチとかはこの付け根部分にしか入ってなくて、かなりシンプルな見た目になってるのが分かるかと思います。で、レザーバンドは2種類あって、クラフトレザーバンドっていうのとツートンレザーバンドっていうのがあるんですけど、今見ていただいているのはクラフトレザーバンドになります。で、こっちがクラフトレザーバンドのもう一個のカラーですね。アイビーっていうカラーになります。こちらも綺麗ですね。上品な色味になっています。で、皆さん気になってると思うんですが、この取り付ける部分の構造はですねこんな感じになっております。なんかもっとゴテゴテしてんのかと思ったんですが、かなりこのバンド側はシンプルですね。で、メイドバイ Google ご覧になった方はこのシーンね見たかと思うんですが、バンドをケースにギュッと押し当ててくるっと回せば取り付けられるようになってましたよね。で、その実際の様子もご覧ください。このバンドの横にボタンがありますので、これを押しながらスライドすると取れると。で、ボタンのところから押し当ててまた逆方向にスライドすると取り付けられます。こういう構造になってましたね。慣れてしまうとめちゃくちゃ簡単ですね。Apple Watch のバンドよりも取り付け取り外しがしやすいですね。で、こちらがアクティブバンドってやつですね。アクティブバンドは2つ輪っかがあるので、1個目の輪っかに通した後、この突起部分をパチッとはめて、でもう1個の輪っかにはめてつけるような感じになってます。すごく素材は柔らかくて、Apple Watch のスポーツバンドよりもしなやかな印象でした。で、このアクティブバンドもいろんなカラーが用意されてて、ピクセルとこうセットアップで楽しむのもいいのかなと思います。はい。で、こちらが Pixel Watch の充電器ですね。専用の充電器になっています。背面には G のロゴが入っていて、時計につける面は特に何もないですね。つるっとしています。で、もちろん USB Type-C になっています。いわゆる無線充電、他のものには対応してない感じですか？ちょっとダブルチェックしますけど、対応してないと思います。はい。専用ということですね。専用のものになります。で、取材に来られてた方が無線充電対応してないんですかって質問してたんですけど、おそらくこの専用の充電器でしか充電はねできないんじゃないかなと思われます。また届いたら地位充電とかができるかどうか、あと Apple Watch の充電器でできますかみたいな質問も来てましたが、そこら辺も検証してみたいと思います。はい、じゃあここからはデモの様子をご覧ください。最初はですね、Pixel Watch でスマートフォンを探すっていう機能をちょっとデモさせていただきたいなと思っております。今もう少人数なのでちょっとこちら画面で見せちゃいますね。こちらが、いろんな機能ついてるんですけど、このボタンを押すとスマートフォンを鳴らせるっていうような機能になるので、お出かけ前に結構僕なくしちゃったりするんですけど、すぐ見つけられますと。一応今日はそこがおうち設定になっているので、僕は辺のどっかでなくしましたというので、よいしょ。なってますね。なので今みたいな風にですね、スマートウォッチからピクセルを鳴らすことができますということで、家の中とかでなくなっちゃった時もすぐに見つけることができますという機能でございました。はい。どうぞ。
はい、続きましては通話対応のデモをしたいなと思います。例えば、お家の中で家事であったりとか、作業をしていて、電話がかかってきて、スマホがちょっと遠いところにあって、ちょっと今対応できないな、作業中断したくないなっていう時に、スマートウォッチ、Google Pixel Watch で、通話対応することができます。では、ちょっと試しにお見せするために電話をかけてもらいたいなと思います。電話お願いします。このような感じでスマートフォンが違う別のところにあってもこちらの手元の方の Google Pixel Watch で、電話がかかってくることになりました。今回ちょっと出ないので出ちゃうかな。こんな感じで押すとよいしょ、このようにこんにちはというような形で通話することができまして、これで電話を切ることも可能です。例えば外出中とかに、バッグの奥にスマホがあってなかなか取り出せないとか、あとはスマホで何か例えば地図であったりとかを表示しながら通話したいとかっていう場合にすごく便利になるかなと思います。じゃあ、もう一つ僕の方からのカメラのところも、ピクセルの、今回新しかったピクセルウォッチと、あとはスマホですね、を連携することで、カメラの機能で撮れるところをご紹介したいと思います。別作で皆さんすごくたくさん写真撮られると思うんですけれども、簡単に言うと、スマホのカメラをこのウォッチ上で操作できるっていうような形になるので、ちょっと今からね、やってみたいと思います。通常例えば、3人で集合写真を撮るよっていうんで、ここにあるように三脚に固定して、でスマホでタイマーかけて、であとバーッと戻ってきて撮るみたいなシーンあると思うんですけど、それが全部ここでできるので、そういった動作は必要ありませんということで、ちょっと3人で写真撮りたいと思います。今ここにピクセルウォッチがあります。で操作もできるんですよね。そうですね、スマホで連動されてて、この画面上で今拡大とかもしてくれたんですけど、実際にスマホで撮ってる様子が、このウォッチ上でも見れて、さらに、拡大とかもできますということで、じゃあ3人でちょっと仲良く写真を撮ってみたいと思いますので、はい。はい、ありがとうございます。見ていただいた通り、基本的に全て今、ピクセルウォッチ上でピクセルのスマホのカメラを操作したというようなデモでございました。皆さん外出の準備が整って玄関で靴を履いた瞬間にあれ部屋の電気消し忘れてたかなっていう不安になるようなことないでしょうか。私自身もたまにあるんですけれども、そういった時に玄関にもし Google Nest のスピーカーですとかディスプレイが置いてあってで、スマート家電と連携がされていれば、そちらのデバイスに話しかけることで遠隔で照明の操作ができたりするんですけれども、そういったデバイスが玄関に置いてあるということもなかなか稀なケースかなと思います。そういった時に手首にこちらの Google Pixel Watch をつけていれば遠隔でこちらから照明の操作ができます。ですので本日はこちらにあるライトと実際に連携をしているので実演をしてみたいと思います。OK、僕電気をつけたら便利です。このような形で家にいるときはもちろんできますし、外にいてもWi-Fi モデルでも LTE モデルでも携帯を一緒に持ち歩いてそれがデータ通信されていれば遠隔で操作。まず1つ目は音楽ですよね。ランニングの際音楽を聴きながらという方が多いと思うんですけれど、 Google Pixel Watch を使うと YouTube Music であったり Spotify のアプリで好きな音楽を聴きながら走ることができます。まずワイヤレスイヤホンにつなぎます。例えばそうですね、同じ Pixel ファミリーの Pixel Buds、Google Pixel Buds と簡単に接続をすることができます。ちょっと大きく画面に出してます。こちらはちょっと小さいんですけれど、簡単設定のところからデバイスと簡単にペアリングをすることができます。そしてですね、アプリを選択いただいて YouTube Music などのアプリ、こちらではこのような形ですね、こういった形で音楽を再生することができます。今日はデモの都合上会場で流していますけれど、実際は耳で、聞いていただくことが可能です。4G LTE のモデルを使っていただくと、スマートフォンはご自宅に置いたままこういった音楽を聴きながら走るということができるので、身軽に運動を楽しんでいただけます。そして YouTube Music の一時保存の機能を使うと、LTE だったり通信サービスがなくともダウンロードした音楽をこの Google Watch 一つで聴きながら走っていただくことができます。早速
では続けてですね、この Google Pixel Watch の Google マップを使った道案内っていうものをこの Pixel Watch 上でもできます。こちら画面ご覧ください。今設定上ですね、Google マップのアプリがあります。で、今回はこの音声の入力で場所を言います。渋谷ストリームと言葉で言うことができます。そうすると検索の方の画面のところに一番上ですね、渋谷ストリームっていう検索が出てきます。で、押すと車、徒歩、あとはサイクリングっていう風になります。で、その後ですね、ナビが開始ってなるんですけど、実際にこのようにフェイスの、ウォッチのですね、フェイス上にもしっかりと見えるような形になります。はい。で、早速ですね、ランニングをしながら、この Pixel Watch のご紹介ができればなと思っております。で、実際ですね、今回の Google Pixel Watch に関しましては、Fitbit、パワーバイ Fitbit になっておりますので、ランニング歩数でしたり、走行距離というのが分かるようになります。今、皆さんのこちらの画面で見て分かる通り、心拍数、実際にその走っている心拍数っていうのも、ウォッチ上でも分かりますし、当然 Fitbit のアプリ上でも分かるような形になっております。はい。ではですね、ランニングをしているのが実際どういう画面になっているかというのをご紹介させていただきます。はい。今ランニングが終わったところなんですけれども、じゃあ実際に走り終わったらどれぐらい走ったのかっていうものがやっぱり皆さん気になるかなと思います。ちょっとこちらの画面をご覧ください。これに見てみると、例えば心拍数が計測できていることが分かります。で、例えばその次を見てみると、これも心拍数の計測の実際の UI の画面になっています。で、また、これは例えばですけれども、習字でそのデータっていうものが蓄積されますので、こういった形で、1週間分みたいなののデータも出てきます。で、それだけでなく、走行距離っていうものもデータ計測ができますので、こういったいろんなデータっていうものが、この Pixel のウォッチの中で掲載がされています。で、さらに家に帰った後もスマートフォンでさらに詳細な診断結果っていうものも見ることができるので、皆さんのその健康管理っていうところはもうないし、スマートウォッチのところでスマートウォッチとスマートフォンのところで搭載されるかなと思います。このようにGoogle の Pixel Watch は外出時やワークアウトだけでなく、いろんなシーンでご活用がいただけるスマートウォッチになっております。で、さらに測定の結果ですねを踏まえて、生活習慣の改善や見直しというところにも役立てていただける、機能があるかと思います。そして最後に Google の Pixel Watch のさらに便利な機能として非接触決済のご紹介をさせていただきます。Google Pay に対応しておりまして、Suica で、の決済というものが可能になっています。なので、例えば今私がランニングをした後に喉が渇いた時に、このようにですね、自動販売機があったとすると、これをかざす、これだけで素早く簡単に決済がすることができます。なので、お財布やスマートフォンがなくても買うことができるので、例えばランニング中スマートフォンを落とす心配というものもなくなりますし、非常に便利に活用いただけるものかなと思います。で、もちろんワークアウトの時だけでなく、普段の日常の時にもお使いいただけるので、活用する機能としては非常に十分なのかなというところです。このエリアでのデモンストレーションは以上になります。ぜひ皆様新しい Pixel Watch ですねをお試しいただけたら幸いです。ご覧いただきましてありがとうございました。はい、ということで今日は Google の発表会にやってきたんですが、なかなかに Pixel Watch が良かったですね。めちゃくちゃいい仕上がりになっていました。発売日に一応今のところ届くようにはなってるんですが、また届いたらしっかりレビューをしていきたいなと思っていますので、ぜひチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。